言い方をすると非常に傲慢かもしれない。その男凶暴につきという映画はですね、私にとってはまあ北野武という人が、ある意味できて当たり前だったような気が本当にするんです。あのぐらいの映画は作る力を持ってたということは、何て言いますか、テレビでの武さんとの付き合いの中でもなんか予想できたことといいますか、結果としてできた作品を見てもこのぐらいは作れるだろうなという、なんか非常にふてぶてしい言い方になってしまうかもしれませんけど、順撮りなんです。最初ファーストのカットはホームレスが子供に殴られるシーンがありました。監督がお昼過ぎにいらっしゃったんですかね。その時監督が「夜からだよ」ということで「いや映画ってこんなすごいこと」って監督他のスタッフに聞いて「はいそうです」とか、朝9時ぐらいからもう稽古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 とやってまして。監督が皆さんの空気を和ませようと剣道の面と装具を全部つけて竹刀を持って「赤胴鈴之助だ!」って言って入ってきたんですよ。そしたら映画のスタッフは真面目な方ばっかりでシーンとなって誰も受けなかったんですよ。これはいけないということになって、そこで北野さんは監督はどうしたかというと「いやこれどうしようかな」とずっと考えてあげくちょっと間を置いて、それから夜の撮影に入ったわけですよ。そしたらなんと全部ポンポンポンと一発ずつ OK なんですよ。明日な、仲間連れて警察来なさい。俺が何したって言うんだよ。俺何もやってねえよ。何もやってないのか？何もやってないのか？じゃあ俺もな、何もやってないのか。その次の日ぐらいからですね、もうセリフがどんどん変わりだして、台本なくなって、そして監督の方にワンカット OK を出た瞬間、スタッフ全部、メインのスタッフ、カメラマン、スクリプターさん、照明さん、助監督、全部監督の方に集まりだして、監督がボソボソここはこうでこうでこうだこうだこうだっていう風になったんですね。そこからがスタッフの心をつかんだのは確かですね。台本のない映画っていうんですか、その辺が撮影の2日目3日目ぐらいから始まったと思います。実は、設定と名前だけはですねオリジナルの脚本を踏襲してます。でしかしながらほとんど9割以上だと思うんですが、たけしさんによって書き換えられた。で実は野沢翔さん、脚本家の野沢さんももうすでにお亡くなりになってますけれども、実際起きた問題としてはですね、作品がどんどん自分の目の前で北野監督によって書き換えられていく。で本当に作品が上がった時にですね、野沢さん自身が、脚本家のクレジットを外してくださいというような話が出たぐらいですね、実は、本当に設定と登場人物の名前だけを残して、ほとんど書き換えられていた。なんだ一人と半人前か。おめえなんか言ったか今。半人前だっつったんだよ。誰が半人前なんだよ。半人前だから半人前なんだよ。なんだてめえバカ野郎。東さん、私のことですから。当たり前じゃねえか。他に誰がいいんだよ。実はその男の時に起きたことというのは、スタッフとの衝突がやっぱりありました。これはなんて言いますか、特に映像に関してなんですけれども、人物が歩く時に頭を全部入れないでだから顔
こう切れてしまうような、頭の上からこう切れてしまうような映像といいますか、非常に居心地の悪いこう緊張感はあるんですけども、こう今までの常識じゃ考えられないような映像というのを北野さんは現場で要求しましたけれども、逆にやっぱりそれに対する反発も非常に強かった。だから、自分の撮りたい映像というのが一部では実現できてるんですけれども、そこでこうディスカッションしてもですね、解決しないで、やはり結果としては計算されない形でカメラマンのセンスで描かれているシーンと、北野さんがあくまで主張してこう撮らせた絵というのとか混在しているというような絵の中でも、映像の中でもそういうことがやっぱりありました。いらっしゃいませ。東さん何飲みます？何でもいいよ。バーボンでもいいですけど。じゃあワイルドターキー2つ。いつもお前こういうとこ来てんの？たまにですけどね。台本のない映画っていうんですか、撮影の2日目3日目ぐらいから始まったと思います。もう誰も台本持ってません。スタッフも俳優も。口さんどう？会社の方。ママ。ママ？同じ会社の方？先輩の東さん。口さんって何の会社でしたっけ？鉄砲の通信販売。鉄砲？ほとんどもうその場その場のセリフですから、やっぱり怖かったですね。それがもうドキ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 しましてですね。救急車要請、救急車要請。救急車来てください。すぐ来てください。事件です。緊急事件です。場所、とにかく来てください。監督これはって伺うと、もうこういうふうなこと言っとけよと。そういう感じで慌てて言っといてって言って、どうしようかな、本当に慌ててその芝居にも慌てて、自分も自身も慌ててっていうシーンがそのシーンなんですが、車の中でとにかくお願いしますってすぐ切っちゃって終わったんですが、自分でもあれ俺こんな芝居できたのかなと思って、それがやっぱり北野監督の俳優を緊張させない、迷わせない演出の方法かなと、その辺から僕ハマったと思います。自分自身が北野監督に。これも日本で有名な、深作欣二という、監督が、もうすでに亡くなられましたけれども、その監督の作品の主役をビートたけしとして、演じることになってたんですけれども、ちょうどその頃、オフィス北野という会社ができてからちょうど1年後ぐらいだったと思うんですが、そのスケジュール調整が我々と深作さんサイドとでたけしさんの出演する場面についてのスケジュール調整を行ったんですが、それが深作さんのイメージとはちょっと違う。深作さんはやっぱりそれだけの時間をかけて、2月近くのスケジュールをですね、しかも何て言いますか、映画のためだけに時間を割いてほしいというようなリクエストを我々の方に寄せていただいたんですが、現実的にはたけしさんその当時も7本のテレビ番組のレギュラーを抱えるという非常に忙しいテレビタレントでもありましたので、そのスケジュールではなくて1週間おきにですね、テレビの週とその次に映画の週を1週間、それからまたテレビの週をというような、そういう形でどうかという提案をしたんですけれども、やはり深作監督自身の撮影方法の流れといいますか、それにはそぐわないということで、逆に監督の方がですね、作品から降板されてしまった。企画そのものをどうしようかという話が、我々と映画会社の間でなされたんですけれども、その中で監督を変えて撮ろうという
話が出てきたんですね。それに対して実は武さん自身はですね、深作監督の作品だから主役を引き受けたのであって、他の監督でその作品を作っていくというのであればですね、それは、ちょっと話が違うんではないかという、指摘もありました。で、結果としてどうなったかというのがですね、これも武さんが自分が、望んでたというより一つの話の流れの中でですね、当時日本の中では、作家の人が映画監督をやったりとか、あるいは、映画の異業種監督というんですけれども、映画専門にやってきた人じゃない方たちがあえてその映画監督をやるというような風潮もあったということも大きく影響してですね、いわゆる異業種監督という形で、受け入れられたんですけれども、武さん自身がそれだったら同じスケジュールで自分が監督をやったら取れるんじゃないのというような、本当に独り言のような話を我々、それから映画の配給の関係者たちの前でそういう話が出たんですね。映画の配給会社は一つのイベント的な、つまり、テレビコメディアンでスターであるビートたけしが映画も撮りましたというような触れ込みのイベントとして、作られたというのが、結果として北野武監督のデビュー作「その男凶暴につき」という映画になるんですけれども、私たちはですね、映画会社の思惑とは別に、武さんなら映画実際本当にできるんじゃないかというのが私自身の経験の中で、武さんが一緒に番組を作る時にですね、極めて演出的な手法に対して非常に、カメラのスイッチング、カメラ割りですね、そういったことについても非常にこだわりを持って番組に臨む方でしたから、そういったことも含め、実際コント等に関しては自分で演出をし、漫才のいわゆる中身の、ネタに関しましては、自分で作ってきたという、ある意味セリフも作れるし、コント的なことで言えば動きもつけられるし、なおかつカメラのカット割りといったことについてもすでに身につけた、人でもありましたので、北野監督と出会ったのはやっぱり草野球なんですよ。草野球を僕もたけし軍団っていうのがありまして、で僕ボッツという水島新司先生のチームに入ってまして、そこで北野監督が「おあんちゃん何やってんだ」っていうことで、僕その頃居酒屋でアルバイトしてまして、でそこへいらっしゃって監督がその時「あんた何やってそうか役者やってんのか、じゃあうちおいでよ」って、その一言です。東さん、変なこと聞いていいですか？岩城さん本当に自殺なんですか？東さんは岩城さんと一番親しかったんじゃなかったんですか？演じた自分も全くわからないんです。後で映画見て人から聞いて、あ、これは布石かというのありますけど、あの時は監督がそうそうと歩いて自分の車のとこ行って、であれアイアン庭の横でちょっと振っといて振るだけでいいよ、それだけの演技指導です。だから演じた自分も何もわけ分からず振ってたんです、ゴルフのクラブを。そしたら最後見たらああいうこと、あ、なるほどな。だからその時点で菊池敬義がどんでん返しあるのをでは全く分からなかったんです。それは監督しか分からなかったと思います、その時点で。最後もう最終日に近づいて、ほとんど僕は自分の出番もない時でも現場に行ってて、それで急に
衣装さんとマネージャーが慌て出しまして、菊池刑事の最初着てた背広を持ってこいということで、背広はその時衣装さん車になくて、多分取りに行ったと思うんです。でそれを着せられて橋から歩いてきてって言ったのがラストシーンの前のカットでしたっけね、なんですよ。で歩き方がよく意識してるんですかって言われるんですが、全然自分も全く意識してないんで、その時もゴルフのスイングと一緒で、無意識にそこからここまで歩いてきてって言われて、全く演技というかでそう歩いただけなんです。それであれ同じ日か次の日かな、次の日かなんかに急にメイクさんが飛んできて「髪型整えますから」って「どうするんですか?」って「オールバックにします」って急にガチガチにオールバックして、そして最後こう歩いていって最後のセリフですね。いわきの代わりできるのかね。僕はバカじゃないですから。それはもう自分の人生ガラッと変わるような影響がありましたね。それはただ単に仕事の依頼が増えるっていうのではなくて、自分に対しての代表作ができたということが一番大きかったですね。たけしさんがエンターテインメントの世界で大きなインパクトを持ってるっていうのは、やっぱりあの人がよくこう自分のことを言うときに「俺は捕まえられない、誰にも俺のことはつかませない」っていう言い方をずっとしてきてるんですけれども、つまりたけしっていうのはこういう人だっていうふうにつかませない、つまりそういった時には俺は別のところにいる。本人はそういう計算ってものの言い方をするんだけれども、これは計算じゃなくてほとんど本能に近いところで動いた結果ではないか。そして今も自分の中でこうふつふつと湧いてくるイモーショナルな本能に基づくとでも言うのか、衝動インパルスって言った方がいいのかな。なんかそれにこうなんか突き動かされてる人みたいな気がするんですよね。いないですね。いるわけねえじゃねえか、こんなとこ走ったってお前。どっか曲がれよ。はい。こんな商店街どうやって走ってんだよ。すいません。俺に才能があるのは人に心配させることって言ってましたけどね。なんか当たってるような気がします。本当にどうなっちゃうんだろうって、みんなが手伝ってきた結果じゃないですかね。なんかほっとくとどうなるか分かんないって。だから心配させる才能においては俺一流だよって言われたけど、本当そんな人ですよね。右回る右。いや、一方通行ですから。何や、いいから曲がれって言うんだよお前。おい、何やって止まれよほらお前。曲がれって言ったら曲がるよ。いいんだよこういう時は。ちゃんと言うこと聞けよバカ野郎。どうすんだお前、こんなとこ入ってきていなくなっちゃったじゃねえか。いました。いたら行けよ早くほら。ほらちょほら。あれ通れません。変われよもう。これ一方通行ですよ。いいんだよ一方。なんだよこれよ。なんだよ。